オープンハウスシカゴデイなので、昨日、今日とウィークエンド10月の19、20とシカゴのアーキテクチャの見学ができるんですよね。でいつもは見られない場所も見られたりして、観光客の方も、地元の方も楽しんだり、通常は見られないビルなんかもオープンするようなので楽しみにしてるんですけど、ここは、アーキテクトセンター、センターっていう、シカゴは建物がすごく美しいのもあるし、有名な設計家が建てているものもたくさんあるので、そういったものを紹介したり、ブックや写真とかですね、そういったものを売ってもいるので、ランドマークにもなってるんですね。向こうではいろいろギャラリーがあるので、ギャラリーだけ見てもいいんですが、ここはサイトシーニングの人たちには、シーニングで来てる人たちには人気の場所ではあるので、もうすでに長い列ができていて、11時オープンなんですけれども、私たちも入れないといけないので早く来てみました。すごく楽しいですね。建物が印象的な建物、そしてバランスの良いものがたくさん、見た目だけではなくて内容も素敵なものがたくさんあるので、とても楽しみです。こんなイメージ。これ誰のデザイン？緑に埋まるという感じね。レジデンス。
に立つよっていうのがですね。通信アベニューに立って、あ、これはあれですね。リバー、シカゴリバーのところにあるナイアガラでしたっけ。サンフランシスコと同じビル建つ予定？建つとしたらここら辺が、なるほどね、なるほど、景観がね。建築物って全く同じものを違う場所に何か所も建てたりするのかしら。同じデザインのものしないよね。チェーン店みたいにさ。それだとデザイン料が本当に1回でね、数億円が浮くぐらいの感じだけど、そうはならないんだな。もうね、だいぶこれ何年になるんだろうね、経ってから。すごいな。さっきのにしか見えないけれど、これもちゃんとビルディングになってて、この中にオフィスや多目的なものが入るってことでしょ。これは分かる。こっちよ、こっち。これ電話だってこんなのオブジェで置いててしょうがない。それしかも建築物だって言ってんだから、どう考えたってさ、テレビ局とか風を通してあれねあれわかる。あれだ、あれ、そうわかる。なんか通したやつ、あれ知らない、名前わかんないけど、あれか、あれだ、あれだ。はい、緑化一体型のビルが
On October 8th, 1871, a fire sparked and drove into an inferno a mile wide and 3 miles long north to south. When the winds abated 2 days later, more than 17,000 buildings were destroyed. 300 people had died, and a third of the population, 100,000 people, were homeless. Newspapers called the Chicago fire the night America burned. The immediate task was to rebuild a fireproof city. Surviving structures offered clues. The wooden balloon frame buildings had aided the fire spread, while the brick, stone, and terracotta withstood the flames. We've only been open a year. Chicago architects emerging innovations, fireproof iron, steel frames, safe passenger elevators allowed Chicago buildings to climb above 5 stories. The rise of the skyscraper had begun. Chicago as a city of big shoulders, fierce and proud to be alive. Perhaps because Chicago is a city that continually renews itself. Chicagoans have always used design to shape their city and their quality of life. The sparsely settled banks of the river were home to a native people called the Potawatomi, who traded in furs and grains. Beginning in the early 19th century, the Potawatomi began to cede land to American and European settlers through a series of treaties that culminated in the 1833 Treaty of Chicago, which forced the tribe toこの辺で、これがネビピアで、シカゴトリビューンが見つかんないな。リバーがあって、いつもあの辺をこの辺を大体いつも散歩してよく散歩する。あれがハンコックだっけ？ハンコックビルディングでしょ。あれがナイアガラ、こっちにあるのがトランプ。ミレニアム公園からグラントに向かっていた。そう、緊張がある。まだこうやって見ると行ってない場所がたくさんある感じですよね。そ
これに色がついてたらさらにワクワクしちゃう。